このパーツ同士をつないで全体の流れを作ってくれるのがアクションラインなんです。アクションラインは基本的にはこのように S 字もしくは C 字のカーブしたラインで考えます。頭から腰にかけての流れと腰から足までの流れで綺麗に S 字になっていることがわかります。このようにアクションラインは人物の自然な動きを表現するときに欠かせない重要なラインとなります。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はポーズを自然に見せるアクションラインとは何か後編ということで、実際にアクションラインを意識した絵の描き進め方についてお話ししていきたいと思います。アクションラインは動きのあるポーズや躍動感のあるポーズを描くときに大切な考え方になってくるのですが、まずは基本の立ちポーズを例に出してお話ししてみたいと思います。ただ立っているだけって動きがあるわけじゃないからアクションラインは関係ないんじゃないのと思う人もいるかと思いますが、実は立ちポーズこそアクションラインを意識して描かないと棒立ちでつまらない絵になってしまう危険があるんですよね。つまらない絵になりがちなただ立っているだけのポーズにアクションラインの考え方が加わるとどう変わっていくのか、今回の動画では実際に絵を描いて検証してみたいと思います。ということで早速アクションラインを意識した手順でイラストを描いてみましょう。まずは全身の入る大きさのあたりと股下の位置、頭の大きさのあたりをこんな感じで描いておきます。特に初心者のうちはこれをちゃんと描いておかないと描いているうちに絵が大きくなったり小さくなったりしてしまうので、この補助線はしっかり描いておきましょう。そこに体の流れの軸となるアクションラインを入れていきます。今回は上半身の流れを S 字で描いて骨盤の傾きと足の流れを書き足していきます。前回説明したように全身もしくは上半身の流れは S 字もしくは C 字で書いていきます。これをもとに頭、胸郭、骨盤といった体の大きなパーツからこんな感じでざっくりと書いていきます。ここに足の一本線と腕のあたりを書き足して最初の土台は完成となります。輪郭線を置いたくなりますが、ここではあくまで流れの芯をつかむように意識して一本線で書いていきます。こうすると余計な情報に気を取られずに全体のバランスに意識を向けやすくなってバランスの崩れが見つけやすくなると思いますので、全身の絵のバランスを取るのが苦手な人はぜひやってみてください。次のステップとして今描いた流れの軸に合わせて体の各パーツを単純な立体に変換して描いていきます。上手い人はこのステップを省いてしまっても構わないかもしれませんが、次にいきなりディテールを書き込もうとすると、大抵の人が体の表面の凹凸に気を取られて、全体的にまとまりのない平面的な絵になってしまうことが多いような気がします。ですので、絵が平面的になりがちな人や細部にこだわって描いているけど、全体的な絵のまとまりが弱いと感じている人は、必ず単純な立体で描くというこの工程を挟んでから細部を描き込むようにしてください。この単純な立体の土台があるだけで、立体を意識した絵が描けるようになりますし、細部を描き込むとき、バランスを崩さずに描き込むことができるようになると思います。ここまでできたら、細かいディテールを書き込んでいきましょう。最初に全体の流れをしっかり確認して当たりを描いていますので、全体のバランスが大きく崩れることはないと思います。また、土台に立体的な箱があるので、ディテールを書き込むときに立体の意識を忘れずに書き込むことができるのではないでしょうか。今回は省略していますが、いきなりディテールを書き込むのは難しいと思いますので、ラフを書く工程を必ず挟んで完成のイメージを探るようにしてください。ディテールを書くときも下書きで書いた軸を見ながら全体の流れや傾き、バランスを意識して書き進めるように書いていきましょう。こんな感じに書き上がりましたね。上半身が綺麗な S 字のラインになっていることがわかると思います。また、全体として見ても一つの大きな流れがあることが分かっていただけるのではないでしょうか。次は今書いたものと同じポーズをあえてアクションラインを無視して書いてみましょう。先ほどは S 字のラインを意識して書きましたが、今度はわざと軸をまっすぐにして肩と腰の傾きも水平にして書いてみます。これを軸に先ほどと同じように体の各パーツを単純な立体に置き換えて書いていきます。そういえば人体の各パーツを単純な立体に置き換えるのっていきなり言われても難しいですよね。この工程って絵を描く上で非常に大事なセクションで、ちゃんとした技法書には必ず書いてあることなので、ぜひ皆さんにはマスターしてほしいのですが、
ここで解説するとちょっと話がややこしくなるので、人体を立体で捉える簡単な書き方に関しては、簡単クロッキーレベル2の動画の方でお話ししようと思います。こんな感じで素体が書けましたね。あとはこれを土台にしてディテールを書いていきます。ディテールも先ほど書いたキャラクターとあまり変わらないように書いていきましょう。全く同じに書くのってちょっと難しいので若干違いは出てきてしまうんですけど、アクションラインがあるポーズとないポーズでどう印象が変わってくるのか比較しやすいようになるべく似通った感じに書いていきたいと思います。肩の傾きや体の傾きは最初に書いた水平垂直のラインに合わせてあえてまっすぐになるようにディテールを書き込んでいきます。とはいえですね、腕を上げているポーズなんで、肩がまっすぐ真横になってしまうと、ポーズが不自然というより人体の構造的に不自然になってしまうことがあるので、若干斜めにはなってしまいますよね。でも、なるべく最初に書いた水平垂直の軸を元に作画していきたいと思います。スカートのウエストのラインや裾のラインなんかも斜めにならないように意識して書きます。足の流れも左右で差がつかないように二等辺三角形を意識したバランスのいい足の開き方にちょっと意識して書いてみました。さあ、どんな感じに仕上がるでしょうか？というわけで出来上がりましたね。一見特に違和感のない普通のポーズに見えますが、最初に描いた絵と比べると動きがなく、ポーズとして何か物足りなさを感じるのではないでしょうか。最初に描いた絵は S 字のラインを意識することで、ちょっとオーバーかもしれませんけど、イラストとしては見栄えのいいポージングになっていることがわかると思います。それではもう一つ別のポーズで描いてみましょう。先ほどと同じように大きさの当たりを描いたら、今度は C 字のラインを意識して描いてみましょう。こんな感じで軸を描いたら、これを元に頭、胸郭、骨盤の大きなパーツを描いて、足のラインを描いていきます。次に先ほどと同じように体の各パーツを単純な立体に置き換えて描いていきます。箱に置き換えると動きのある絵を意識しにくくなってしまいがちですが、軸に合わせてポーズ全体の流れを忘れないように描いていきましょう。こちら、見返り美人的なポーズですね。骨盤はこんな感じの単純なボックスで描いたら、パンツのラインを描いておくと足の付け根を意識しやすくなるのでおすすめです。あと腕をつけるときも肩の腕の付け根の方から描くんじゃなくて、手の先のある位置を先に決めてしまうと、思った通りのところに手の位置を描くことができるようになると思いますので、思ったところに手を描くことができなくて困っている人はぜひやってみてください。今回は素体に髪型を先に書き加えてみますよね。いきなりディテールを書き込むのはかなり難しいので、ある程度は土台を作っておいた方が後々書きやすいと思います。ここまでできたらディテールを書き込んでいきます。僕の場合ですが、目なんかはこんな感じでシルエットのあたりを書いておいて、そこにディテールを書く書き方をしていますけど、これ結構難しいと思いますので、ディテールに関しては自分がそのまま書けるものと下書きが必要なものをあらかじめ把握しておいた方がいいかと思います。僕はアニメーターなんですけど、仕事で顔のアップのカットを描くときは、しっかりと下書きをしておいてから線を整えて描く感じなんですけど、ある程度キャラクターが小さくて動きがあるカットなんかは簡単な当たりからいきなり顔を描いちゃう場合もありますね。服やスカートなんかも全体的なまとまりの当たりを下書きで描いておいて、そこにディテールを書き足していくっていう感じの描き方が多いかもしれません。あと余談なんですけど、手を描くときは結構ちゃんと写真を撮ってそれを元に描くことが多いですね。制服のスカートを描くときは、さっき描いた下書きの大雑把な当たりを元に、お尻のラインに合わせて先に裾の部分のギザギザのシルエットを描いてから後から縦の線を入れる描き方だと結構うまく描けたりするんで、これもぜひやってみてください。これもおすすめの描き方です。靴を描くときも、まずはシルエットで大きな当たりを取ってから、後から中の細かい部分を描いていくと描きやすいかと思います。反対の足も同じように描いていきます。足の流れは土台として描いた単純な立体の形のシルエットを結構そのままなぞるように描いちゃうことが多いですね。こちらも靴を描いて完成です。
こんな感じに書き上がりました。C 字のラインを軸に全体のまとまりと流れのあるポーズになったかと思います。それでは次に同じポーズをアクションラインなしで書いてみたいと思います。動きのあるカーブは使わずに上半身と足の流れをそれぞれまっすぐに書いておきます。この軸をもとに頭、胸郭、骨盤の大まかな立体を書いておきます。あとは手の流れと顔の向きがわかるように当たりの十字線を書いておきましょう。ここに単純な形の立体を当てはめていきます。ここで書く立体の形は体のパーツを単純な立体に置き換えたものなので、アクションラインに関係なく先ほどと同じ形で書いていきます。突っ込んだ話をすると、動きを出すための立体の捉え方もあるんですが、今回はアクションラインだけにフォーカスしますので、その辺のお話は割愛して単純な形の立体で書いていきましょう。その方がわかりやすいですしね。顔に関しては顔の向きと目の位置がわかる程度に当たりを書いておきましょう。こうやって比較してみると大きさが合ってるかわかりますね。単純な立体の土台ができたら次はディテールを書いていきます。こちらも比較のために先ほど書いたキャラクターに合わせてディテールを書いていきましょう。ちょっとだけ表情は変えて書いていきます。ここの作業はちょっと先ほどと同じ作業になってきますので、早送りして飛ばしていきたいと思います。軸の線に合わせて流れのないポーズに書いていきます。流れのないポーズに書いていくのですが、腕や足などの表面的な見え方は先ほどと変わらないので、各パーツのシェイプがロボットっぽくならないように注意しましょう。ということで、こんな感じに出来上がりました。こちらも一見すると普通のポーズに見えますが、アクションラインを意識した左の絵と比べると、全体的にまっすぐな印象でポーズに面白みがありませんよね。いかがでしょうか？アクションラインは本来はもっと動きのあるポーズで力を発揮すると思うのですが、今回はあえて基本的なタッチポーズの際のアクションラインを意識した書き方について解説してみました。一見動きのないタッチポーズも軸の流れによって印象が随分変わることが分かっていただけたかと思います。動きのある絵を描くためにはもっと様々な要素が必要となってくるのですが、初心者の方はまずはこのアクションラインだけでも意識して描くようにしてみてください。この動画を一つの参考として役立てていただければと思います。